今回のターゲットはジギングでカンパチです。私の記録となるカンパチは、もうかれこれ9年前になりますかね。小笠原で20キロのカンパチをジギングで釣り上げました。でもその時の記憶はもう、記憶は薄れていってて、どんな状況だったかっていうのももう思い出せないぐらいなので、今回はこの熊本天草に来て龍鳳丸さんにお世話になるんですけど、この龍鳳丸さんでなんと記録は60キロオーバーを釣ったということなので、私も、なんとか自己記録となる20キロを超すカンパチを手にしたいと思います。おお、来た。おお、おい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 。お、来た。回収ヒット。まさか。おお、見えた。よし、カンパチだ。ちょっと久しぶりの、カンパチジギングということで、ちょっとね、ある意味緊張してます。でもこの天草での、カンパチなんで、ちょっとワクワク感もあったりで、どんなカンパチに出会えるのか、それから自己記録となる20キロオーバーを釣ることができるのか、ちょっと楽しみですね。このちょっとね、天候が不安なんですけど、3日間出れたらいいなって感じですけど、頑張って1日半なんとか頑張って釣りたいと思います。さあ、ポイントに到着しました。結構な荒れ具合ですけど、カンパチが釣れてくれるでしょうということで、今回はね、新しい X9、 それからその先に、フロロカーボンリーダーが、60ポンド、そしてジグが、ビートのディフューザール 300g をつけてます。まずはここからスタートしたいと思います。いざ投入。この P バリバスから新しく出る P なんですけど、めちゃくちゃ見やすい、めちゃくちゃ見やすくなってますね。バレたかな。バレたね。うわー、一瞬当たったのにバレたね。お、
人。お、上がります。カンパチだ。ナイスルアーのシルエットをちょっと小さくして、はい、同じ重さだけど小さくして、はい、そこの方をゆっくりやって3しゃくり目できた。おお、パー船長3メーターって言ってた。ホールで。そうだからちょっとホールで刺そうと思って。なるほど。シルエットがちっちゃいやつね。ちょっと大きさは一緒だけど少しこう丸っこい、もうホールを意識したルアーに変えて、はい。で1投目の3しゃくり目できた。おお、ジグ交換かな。次の流しで変えましょう。もったいないんでね。さあどうしよう。シルエットを太短くするには貝を入れて少ししてみようか。はい、貝の300。ちょっと先ほどのディフューザールと比べて長さがだいぶ短くなって、ちょっとファットな感じになってます。でも、重さは一緒です。ジグのシルエットを小さくして挑戦。きた。よし、いや、よしよし。おお、結構引く。来た来た来た。やった。ボールでしたね。そう引いてくれます。おおおおお。よし、斜めになった。見えた。浮いた。あ、なんかカンパチじゃない。お、ハタ、マハタ、やったーやったーめっちゃいい魚、高級魚いやー、ありがとうございます。やったー嬉しいゲストですね貝の 300g、これは結構、6回目ぐらいかな、しゃくった時にフォールで食ってきてくれましたね。いや、嬉しいこのサイズはちょっと嬉しいですね。いや、ありがとう。重い、嬉しい重さ。さあ次は本命カンパチ狙います。嬉しいゲストに出会えたことだし、10倍10と比べて X9 は張りがあるんで、こう落とす時もちょっとこう張りがある分バックラッシュしやすくなってると思うんで、そこを注意しつつ割と強めのサミングにしてます。そうするとトラブルが少なくなりますね。使ってみてのめっちゃ扱いやすいと思います。私は結構好きなラインですね。私、今回3号とか4号っていう太いラインはこの調光が初めてなんですけど、この X9 プロトの段階から使わせてもらって、0.6 号と1号って細い方のラインを使わせてもらってるんですけど、めちゃくちゃジグの操作性が良くなって、感度もね、私の中ではすごくアップしたかなと思います。なんで魚がこう糸にまとわりつく感じとかすごく分かりやすいなって思いますね。特に私沖縄のタチウオでこの新しいラインを使わせてもらったんですけど、
水深がね 300m、400m とかで深いところで、350g、400g っていう重いジグをしゃくるんですけど、それでもねやっぱり 300m、400m ってなるとやっぱりジグほとんど動いてない状態なんですよ。でそれでもやっぱりガシガシしゃくったりすると当たりが多くなるんで、1号 300g をめちゃくちゃしゃくるんですけど、そのやっぱりジグの動きがやっぱり変わってるんだなっていう実感はすごくあります。超過が格段にアップしました。で 0.65 に関しては、スーパーライトジギング、それから平らは、イカメタルなんかで使ってたんですけど、それもめちゃくちゃやっぱり細いラインなんですけど適度に張りがあって感度が伝わりやすいです。で丈夫です。何より結構私長考回数多くていろんな釣りをしてるんですけど、持ちがいいです。めちゃくちゃ糸も消耗品だからもうやっぱりね買い替えるのもなかなか厳しいっていう人もおられると思うんですけど、めちゃくちゃ経済的なラインでもなってるかなと思いますね。やっぱりね張りが出てくると P もねトラブルがバックラッシュだったり団子だったりできやすいと思うんですけど、そういったトラブルを防ぐのにもやっぱりサミングを強めにすることは大事です。マハタって私は自己記録なんですけどこうですよなんか当たった。なんか当たった。割と上の方15メーターぐらいか。来た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 。よし。おお引く。これもまた底物だね。めっちゃ引くめっちゃ引くめっちゃ引く。またマハタかな。よし。じゃあ突っ込むじゃん。元気。さっきと違う気がする。ポイント移動してすぐでしたね。3しゃくり目でまたしてもホールで来ました。さあ次は何が上がってくるのでしょう。10見えた。見ました。かな。何？カンパチ。来たーカンパチ来たー。ありがとうございます。綺麗なカンパチ。ありがとうございます。目標のサイズにはまだまだですけど、でもまずはターゲットのカンパチ釣れました。今回も貝の 300g ですね。このジグ当たりですね。今回ポイント移動してきて、もう1投目3しゃくり目のホールで食ってきてくれましたね。ありがとう。元気だな。このサイズでもよく引いてくれます。ではリリースします。大きくなって帰ってきてね。よし、ありがとう。サイズアップ頑張ります。なんかジグ今これが結構当たってるし反応がいいので、このままこのジグで続けていきたいと思います。さあ大きいの連れてきてね。なかなかのしけっぷりでございます。でもあれですよね、なんか朝一から魚からのコンタクトは割と多めなので、ちょっと期待できそうですね。ロケ日としては3日間撮ってるけど、
ちょっと最終日3日目はもうほぼほぼ出れないとして、明日もちょっと微妙だけど、今日のうちにちょっと釣っておきたいところではある。なんとか20キロオーバー。でもあのクラスで多分 4,5 キロ、さっきのカンパチで 4,5 キロなんですけど、あれであんだけ行くから20キロ30キロってなったらもうどうなっちゃうんでしょうね。もう私がもう何年前だろう、9年10年前ぐらいに釣った自分の自身の自己記録20キロの時はもう忘れてるもんね、どんなだったか。とりあえずその時はもう必死に上げてましたけど、もうカンパチはやっぱり引くんでね、水面直下のファイトなんで、持久力が必要ですね。私短距離よりも長距離の方が得意なんで、きっとカンパチも向いてるかと思います。あとはかかってくれるだけ。でもこの船のレコード記録は確か50キロオーバーのカンパチらしいんでね、もしかしたら船のレコードも抜いちゃうかもしれないですとかいう大きなこと言っといたらちょっと釣れなくなっちゃうんでやめときますね。ちなみにここのポイントでこの船で大きいサイズとかは60キロのカンパチが一番大きいですね。その次がジグだったら36キロだったかな、37キロ。餌とかだと40、50キロとかも上がってますけどね。ジグはそれぐらいです。30ちょっとぐらい。今度はちょっとシルエットを長くしてみましょう。はい、ちょっと軸をね 250g のディフューザールに変えてみました。ちょっとね風が吹いてるからもしかしたらちょっとだいぶ流されちゃうかもしれないんですけど、300で十分だったんで一回ちょっと軽めにしてみます。今前当たりがあったね。ちょっとバレた。いるよかった。一瞬ジグがふわっと浮いたんでね、もう一回しゃくったら来てくれた。おお、よいしょ。でも結構引きは強いよ。今で80メーター。おお、強いね。よし、見えた。上がります。お？なんだ？カツオ？ハガツオ。ハガツオが釣れましたまた新魚種追加です。はい、ハガツオが釣れました。結構ね、なんか一回ジグがふわって浮いて糸にまとわりつくような感じがしたんで、もう一回しゃくってみたらドンと来てくれましたね。ハガツオです。また美味しいゲストありがとう。来た。しゃあ、よしよし。
こでしたね。そこから3しゃくり目。さあ次はなんだ。根魚かな。あんまり引かない。水深がやっぱり 100m 超えるとね、水圧もかかって魚も重たいですね。まあジグも重たいけど。さあ 10m 見えました。赤い。次は違う魚だ。またエビスダイ。なんかまた新しいの釣れたありがとうございます。エビスダイ、初めてかも私。今度ははい赤い魚、綺麗ですね。エビスダイ。今回もディフューザールの 250g ですね。そこから3しゃくり目でドンと来てくれました。下顎に綺麗にフッキングしてます。さあまた嬉しいゲストです。鎧みたいな鱗ですねねえ、ジギングはね、ターゲット以外にもこうやっていろんな魚が釣れてくれるんで嬉しいですね。楽しいし。アクションゆっくりめ。でも、4本ともなんかだいたいまあそこやね。3回しゃくってフォール入れて、3回しゃくってフォール入れてっていう感じで当たってきてる。なんか来た。よし、フォールでヒット。なんだろう、そんなに引かない。あ、また新種だ。うっかりカサゴ。よいしょ。うっかりちゃんですうっかりカサゴです。ここまで大きくなるとやっぱ引いてくれますね。面白い。すごいね。なんか釣るたんびに違う魚が釣れて面白いね。これがジギングの楽しさだ。来た。30m。今度は誰だ。なんか長細いぞ。ヤガラヤガラ長。ありがとうございます。また新しいの釣れたヤガラですね。こんな細い口よくかかりますよね。はい、続いてはヤガラが釣れました。赤ヤガラ、長いチンゲストですねはい、お疲れ様でした。1日目が終わりました。朝からね、夕方まで一日中しゃくり続けたんですけど、レコード記録となるカンパチには出会えませんでした。マハタは自分にとってはある意味レコード記録が釣れたんですけど、今回のターゲットはカンパチということで、明日ちょっとお天気の状況があまり良くないみたいなんですけど、出れるということで明日にちょっとかけてみたいと思います。明日こそレコード記録カンパチ取ります。いい状況ではないですよね。厳しめでしたね。いろいろ釣れたけど、その潮のタイミングとかだと思うけど、大きいのがいたかもしれないけど、ちょっとあんまり当たってこなかった。明日でも深場行くとまたちょっと状況違うかもしれない。
日目となりました。状況はご覧の通りベタなぎです。釣りはしやすいと思うんですけど、これからちょっと、天気も悪くなってくるので午前中勝負かなっていう感じなので、ちょっと早めに勝負をしたいと思います。今回、2日目使うタックルは、1日目と大体同じなんですけど、水深が 250m 以上と深場から始まるということで、ジグが重たくなります。タックルは、ビートの BLX ブース58の5、それから、リールが2000番クラスで、糸が X9 の、3号、それからその先にリーダーが、フロロカーボンの60ポンド、そしてジグが、ビートトラストの 400g です。これでスタートしたいと思います。ベイトは8匹です。20から40センチぐらいです。来た。なんかがヒットしたけど、1投目速攻ですね。魚からのコンタクトがあります。幸先がいい。バレたかな。バレちゃった幸先がいいって言ったのにバレちゃった。体力のあるうちにかけたいな。来た？お、来た。よし。今回朝一から結構深いところを狙ってるんですけど、 250m。この X9 はそれだけ距離があってもすごく魚からのコンタクトが分かりやすくて、感度がやっぱり格段に分かりやすく良くなってるような気がします。私はすごく相性がいいですね。やっぱり水深が深くなるにつれてジグの動きって鈍くなってくると思うんですよ。なかなか自分が思ってるほど動いてないと思うんですけど、この糸だと結構張りもあるし操作性が良くなる。高いところで15メーターぐらいありますからね。8匹？よいしょ。はい、ありがとうございます。おー、でかいね。8匹。大きい方ですか？大きいですね。おー、やったー。はい、8匹が釣れました。本日の1匹目です。最初にね当たった魚よりはもう完全に大きいなっていう風に思いました。そこからどれぐらいだろう、15メーターぐらいのところでヒットしてきてくれましたね。嬉しいゲストです。よし、来た。なんだろう、次は8回しゃくってきましたね。やっぱりフォールがいいみたいです。黒ムツだ。おお、でかい。おお、ありがとうございます。おお、でかいね。めっちゃでかい。で、いい方パンパンに取ってるし。はい、続いては黒ムツです。ジャンボですね。お腹がパンパンです。美味しそう。ありがとう。今日は昨日と違って8匹とかの餌のとこをやってます。結構ポイントが誰も叩いとらんとこやろうけ、魚は多いんで、あとは8匹黒ムツをかわしてどうやって本命当てるかですね。活性高いと多分着底すらできなくなるけど、耐えてやってれば一発あるんじゃないかなと。おお、来た。おお、おい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 。よいしょ。おお、2
めっちゃ引く。これはカンパチだ。よいしょ。ワンピッチでした。めっちゃ引く。そんなね荒くないですからね。はい。ポイント移動してきてすぐですね。船長がワンピッチがいいとおっしゃってたのでやってみたら来てくれました。力強い。絶対下向かせない。あと50。30。まだ頑張るね。見えた。よし、カンパチだ。あ、出ない。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おお、いい引きだった。来てくれた、カンパチ。おお、やっぱいい引きだね。ねえ、丸々してる。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。まあちょっとね、記録とまではいかないけど、でも立派なカンパチです。丸々してます。いやー、嬉しい。はい、釣れました。カンパチです。よかった。もうね、午後に差し掛かってお天気もちょっともう悪くなってきそうかなっていうところだったんですけど、ワンピッチで結構上の方ですね置いてたんで来てくれました。船長の言う通り、ワンピッチで、跳ね上げてみてくださいって言われたんで、ちょっとその通りにやってみました。ありがとう。タイトとかも見てて全然心配ない。本当？よかった。落ち着いてる。よかった。でも心の中はすごくドキドキしてすごく緊張してたよ。これ絶対取らないとって。でももうやっぱやってる数が違うから見てて安心。来てほしい。この後がお天気が持ってくれてる間に試合であってほしい。いつも釣れないとき、このディフューザールっていうジグに頼って釣らせてもらう。トンボもなんだろう、アラも、もうほとんどの魚これがレコード取ってる。やっぱ合ってる。ね、相性がいい。めっちゃ。波が出てきた。風も出てきた。雨はかろうじて降ってない。釣りたい。上げてください。お、来た。回収ヒット。まさか。おお。まさかの回収ヒットです。
ンパチだ。おおおお、うわ、突っ込むね。よいしょ。おお、そっち行かないで。よいしょ。おお、よいしょ。お願いだから上がってきてね。サイズアップお願いします。重い。お願い、上がってきて。あと40。カンパチ。あ、かかったのね。よし。ありがとうございます。釣れた。終わり間際、回収ヒットでしたね。ちょっとさっきのよりは長さはあるけど対抗はちょっとないかなって感じだけど、でもいい引きしてくれました。よかった。釣れたね。いるね、カンパチ。本当に諦めかけたその時って感じですね。価値ある一匹だ。はい、釣れました。おお、嬉しい重み。カンパチ、最後の最後に回収ヒットです。ありがとう。重い。サイズアップ、多分1キロぐらい増えた。約1日半ですかね、しゃくり倒しましたが、なかなかやっぱりレコード記録となるカンパチには出会えませんでした。やっぱりね、一筋縄ではいきません。でもいい方のね、カンパチ、それから8匹に黒ムツ、たくさんいろんな魚が顔を見せてくれたので、ジギングとしては楽しめました。でもまだまだ課題はいっぱい残っているので、次回こそリベンジ励みたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなか出会えるもんじゃないね。20キロオーバーはねえ、本当になんかいい流れが来てたんだけどな。サイズアップして、やっぱり記録の魚は、メモリアルフィッシュはやっぱりそう簡単には釣れるもんじゃないね。新しい糸が相棒になり得そうですね。めちゃくちゃ、もう私がファンです、この糸の。きっとこれからもいろんなメモリアルフィッシュを取ってくれるに違いない、そう思います。